どうもこんばんは、イサムです。今日はですね、ご質問にお答えする動画にしていこうと思うんですけれども、その質問というのはよく聞かれることで、トレーニングっていうのは毎日やっちゃダメですよねっていう、ことですね、をよく聞かれます。で、これについてちょっとお話ししていこうと思うんですが、簡単な答えとしては、トレーニングの種類によると、思ってます。で、やっぱりあんまり毎日やらない方がいいのはよく言われてますけれども、ウェイトトレーニングですね。重いものを持ってやるトレーニングはあんまり毎日やんないで、超回復間挟んで、回復させてからやる方が効果的でもあるし、痛めないっていうところで、やらない方がいいと僕は今は思ってますが、僕が高校生の時は全然知識なく筋トレやってたんですね。で、今はあんまり大きくしたくないのでウェイトトレーニングはそんなにしないんですけれども、高校生の時は大きくしたかったので、もう100キロ、110キロ、120キロとか普通に毎日やってました。はい。でもそれでももちろん重さは上がっていくので、なんか科学的にそう回復させてやった方がいいってことになってますが、別に毎日やっても、重さは上がっていくので、ちゃんと筋肉はついていくっていうことはもう自分で証明できてると思ってます。で、ただ重いものっていうのはやっぱり負荷が強いので、どうしても痛める可能性は高まるんじゃないかなと思います。やっぱり若かったし、結構勢いでやってたし、痛くてもなんか痛いことが優越感みたいなところもあったので、あんまり大人になって、ちゃんとやる人は、毎日やんない方がいいと僕は思います。これウェイトトレーニングです。じゃあ痩せるためのトレーニング、僕らが使ってるアクションで、宿題っていう感じで家でやる自主メニューを、それぞれの方にご用意して出してやっていただいてるんですけれども、それは毎日やっても大丈夫です。はい、というのは負荷がそんなに強くない、どちらかというと回数、あとは早くやるとか、そういったことで負荷を強めるものなので、痩せるためのものというのは、なので毎日やっても全然大丈夫だと思います。僕は腕立て伏せとか懸垂とか倒立とか毎日やってます。はい、全然一日も休もうと思わないですし、休んだ方がいいとも思わないですね。なのでそういうところで差別化して毎日やっても大丈夫というか、やった方がいいものとやらない方がいいものっていうのを分けていくのがいいんじゃないかなと思います。基本的には自分の体重を使ってるものは全然やっちゃって大丈夫だと思います。わざわざ、やっちゃって大丈夫ですが、わざわざ、間を置く必要はないと思うというところです。もちろんその2日に1回やろうって決めてる方は2日に1回で全然大丈夫です。はい。わざわざ開ける必要がないっていうだけですね。はい。というのが僕の意見です。はい。もし、ちょっとした知識で開けた方がいいと思って開けてる方は、一度ご自身がやってるトレーニングメニューはどうなんだろうかってことを考えて、開けなくていいならもちろん毎日やった方がいいじゃないですか。できるんだったら。はい。というところで、間違えた知識でやっちゃってる方は一度見直してみた方がいいんじゃないかなと思います。はい。という感じで、今日のご質問は、トレーニングは毎日やっちゃダメですよねっていうことをよく聞かれるので、それに関する僕の意見を、お話しさせていただきました。ぜひですね、トレーニングは定期的にやった方がいいので、定期的に決めてやることをおすすめします。はい。それが何日空こう、じゃあ間2日空けてやるって決めたんだったらそれでも全然いいですし、間が何日っていうのは特に気にせずですね、アクショントレーニングの場合は、自分で決めた定期で、やっていくことがいいことだと思いますので、ぜひ定期的に頑張ってみてください。そのうちですね、定期的じゃなくても大丈夫な体になりますので、そうなったらもう好きな時にやると、気になった時にやるっていう感じで大丈夫になっていくので、特に最初ですね、ダイエット始めの時は、なんとか頑張って定期的にやるように、してみてください。
はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。はい、それではまた明日。